皆さんこんにちは、こんばんは、よきです。皆さん誰かと一緒にいるときに無意識のうちに相手に誤解を与えてしまったことってありませんか？特に恋愛において自分では気づいてないけど実は相手に脈がないと思わせてしまうサインを送っていることもあったりしますよね。今回は女性が気づかないうちにしてしまう脈なしサイン10選を紹介していきたいなと思います。これを知っておけば気になる人とのすれ違いを減らせるかもしれない。それでは早速いきましょう。では一つ目は返事が遅い。メッセージや LINE の返事が遅いと相手は自分に興味がないのかなと感じてしまいます。特に何も返事がないと相手は心配や不安を感じてしまって徐々に距離を置くようになってしまうかもしれない。例えば友達からのメッセージはすぐに返信をするのに気になる相手には後回しにしてしまうことも時にはあったりしますよね。でもこれだと相手は他の人の方が大事なんだと感じることがあるかもしれない。また仕事が忙しいから返事を後回しにしていたけど相手は興味がないから返事が来ないんだと誤解をしてしまう。自分では意識していなかったとしても返事が遅いと相手は不安を感じて関係が進展しないと感じることがあったりしますよね。といったようにどんなに忙しくても少しでも返事をすることで相手に対しての誠意を伝えることができるということですね。では2つ目は会話が短い。メッセージや会話の内容が一言二言で終わってしまうと相手は全く続けたくないんだなと感じてしまいますよね。特に興味のない相手にはどうしても話が広がらなくなりがちですよね。だからそういうことなんじゃないかなと思ってしまうことがある。例えば相手が週末どう過ごしたのって聞いたとしても特に何もしてないよの一言で終わってしまうと相手はそれ以上何を話せばいいのか迷ってしまいますよね。会話が短いとね、相手からするとその会話に興味がないと感じて話す意欲を失うことも多いですよね。また相手が趣味はって聞いてきても特にないかなって終わらせると相手は話題を続けられずに困ってしまう。さらに今日何してたのに対して家にいたよと答えた場合も確かにそれは事実だけどもう少し聞きたいな、脈がなさそうって感じることがあったりしますよね。こういったように会話を広げないと相手は自分に興味がないと誤解する可能性が高い。少しだけでも会話を広げる努力をすることで相手にもっと関心があることを示すことはできますね。では3つ目は目を合わせない。これが意外とあるんじゃないかな。好きだと思っていたとしても会話をしているのに相手の目を見ない、もしくはそっぽを向いていると相手はこの人自分に興味ないんだって感じてしまうこともある。アイコンタクトはとても重要なコミュニケーションの一部ですからね。もちろん恥ずかしくて目見れてないんだなっていうのも感じることはありますよ。ただ勘違いする男性も中にはいるんでしょうね。例えば相手が一生懸命話しているのにスマホをいじっていると話すのが無駄だと思わせてしまいがちですよね。またカフェで会話をしている時に外をずっと見ていると相手は自分に興味ないのかな感じてしまうこともあるよと。さらに相手と話す時にずっと自分の飲み物やテーブルの上を見ていると相手は自分とは話したくないのかな感じてしまうこともある。といったように意識的に目を合わせることで相手にあなたとの時間を大切にしているという気持ちが伝わりますね。では4つ目はデートの提案に乗らない。相手からデートや遊びの提案があった時にいつもまた今度ねって断っていると相手は本当は会いたくないのかなと感じることもあります。特に具体的な代案がない場合相手の興味を失わせてしまうこともあったりしますよね。例えば相手が今週末映画でもどうって誘ってきた時にちょっと予定あってと断ってしまうと相手は興味ないのかなと思ってしまう。男はここでダメージを負ってしまいますよね。また今度一緒にご飯行こうよって提案された時にまた今度ねと曖昧に返すと相手は具体的に誘っても意味なさそうだな感じてしまうこともある。さらに週末はどうって聞かれた時に忙しいからだけ答えて断ってしまうと相手はもうそれ以上誘いづらくなってしまいますよね。といったように断ることが少し続いてしまうと相手はそのうち誘うこと自体を諦めてしまうかもしれない。だから本当に脈なしの時はこれでいいよね。脈ありで2回3回断り続けたらあれ興味ないのかななってしまうことがあったりするよね。忙しくても少し具体的な提案をすることで相手に好意を伝えることはできますね。では5つ目は男性の話にリアクションが薄い。好意あるけど遠慮しがちなパターンね。
相手が話している時にリアクションが薄いと興味がないと思われることがあります。特に笑い話や感動的な話に対して無表情だったり弱い相槌だけだと、この人とは気持ちが通じ合わないかもと感じてしまうことがあったりしますよね。例えば相手がこの前めっちゃ面白い映画見たんだよね言っても、そうなんだとちょっと無関心さを感じるような返事をされると、相手は興味ないんだなと思ってしまうことがある。また仕事でちょっと大変なことあってと相手が真剣に話しているのに、大変だねの一言だけで終わらせてしまうと、相手は気持ち理解してもらえてない、脈なしなのかな感じてしまうことがある。さらに友達の話を聞いて大笑いしているのに、気になる相手の冗談には反応が薄いと、相手は自分の話あんま面白くないんだな、脈なしなのかなと感じてしまうこともある。好きな気持ちが強いからこそ逆に反応薄くなってしまう現象あったりするじゃないですか。その時に勘違いする男性も中にはいたりするんでしょうね。リアクションを少し大きくするだけで相手に話を聞いてくれてるという安心感を与えることができて、コミュニケーションがスムーズに進むようになりますね。では6つ目は、褒めても軽く流す。相手から褒められてもあまりにも軽く流してしまうと、相手は褒める意味がないと感じてしまうこともある。特に謙遜しすぎてそんなことないよと何度も言ってしまうと、相手が褒めることをためらうようになってしまうこともありますよね。例えば今日の服すごい似合ってるね言われても、そんなことないよ普通だよって冷たく返しちゃうと、相手はそんな無理に褒めてないんだけどな、ちょっと褒めにくいな、不安になることもあったりしますよね。お世辞ありがとう毎回言われたら、いやお世辞じゃないんだけどな、褒めにくいなみたいなあったりしますね。また髪型素敵だねって言われても、いや全然手入れしてないし返すと、相手はもうちょっと褒めにくいな思ってしまうこともあるよね。褒めているのに否定されたら、自分の言葉に価値がないのかなと感じてしまうことがあるということですよね。さらに仕事頑張ってるね言われても、いや全然そんなことないよと返すと、相手は脈なしなのかなと思ってしまうこともある。好意を伝えた時に、そんなことないよ跳ね返されると、好意伝わらないなこの子にはってなりがちなんですよね。といったように、褒められた時には軽くありがとうと素直に受け取ることで、相手との関係性がより良いものになりやすいのかなと思う。もちろんね、そんなことないよって照れながら言っている姿は可愛いですけどね、そうかな全然手入れしてないよみたいな照れが入ってくると、男はドキッとしますよ。言い方ですよね。本当に冷めたような感じの、全然手入れしてないし、目合わせずに冷めた口調で言われたら、マジで脈なしなのかなっていう風に思ってしまうっていう感じですよね。では7つ目は、体の距離を保ちすぎる。会話中や一緒にいる時に、いつも身体的な距離を保ちすぎていると、相手は近づかないでほしいのかなって感じますよね。特に無意識に物理的な距離を置いている場合は、相手が自分には脈がないのかなと感じてしまうこともある。例えばデートの時に、座る時にわざわざ椅子を一つ開けて座ると、相手はもっと距離取ってほしいのかなって感じて脈のなさを感じますよね。また歩いている時にわざわざ一歩後ろを歩いたり離れて歩くと、相手は近づきたくないんだな感じてしまう。歩く時に隣にいる時の脈あり感はいいよね。腕が当たりそうな距離感で一緒に歩いている、そのいい感じの雰囲気がグッとくるよね。でもそうじゃなかったら脈なしだと思ってしまうこともある。まだその距離感ではいれないんだな感じてしまう。あとは座るときに隣に座っても何ら問題はない、空気的にも何の問題もないという感じだけども、あえて対面に座るっていう時も、もっと距離取りたいのかな誤解してしまうことがありますよね。座る位置によって親密度を感じ取ることはあるため、物理的な距離が離れると心理的な距離も感じますよ。だから少しだけ距離を縮めることで、相手にもっと近づきたいというサインを送ることができますよね。関係が進展しやすくなります。では8つ目は、興味のある話題に食いつかない。男性が興味を持っている話をしている時に全く反応がなかったり、興味を示さないと、相手は自分にあんまり関心ないのかなと感じてしまうことがありますよね。で、それだけじゃなくて、たとえ女性がその男性のことを好きだったとしても、男性のその興味のある話に全然食いつかなかったら、自分ばっかり興味ある女性なのかなとか、そういう風に感じてしまうこともありますよね。だから脈ありだなって感じたとしても、男性側が脈なしになってしまうパターンもありますよね。特に趣味や好きなものの話は相手にとって大事な部分なので、それを無視されると心が離れていきますよね。例えば相手がキャンプが好きで、この前キャンプに行ったんだって嬉しそうに話しているのに、
そうなんだとだけ返すと、相手は興味ないんだな感じますよね。反応が薄いと、もうこれ以上話しても意味ないなって思ってしまう。また今ハマってるゲームがあってさと嬉しそうに話しているのに、ゲームってあんま興味ないんだよね返すと、相手はもう話さない方がいいかもなってしまう。さらに最近登山が楽しくてさ、話しているのに登山とか疲れそうみたいな否定的な返事をすると、相手は一緒に楽しめないんだなと感じますよね。相手が楽しそうに話していることには少しでも興味を示して反応することで、好きな男性との距離が縮まります。では9つ目は、感謝の言葉が少ない。感謝の言葉が少ないと、相手は自分がやっていることが当たり前だと思われているのかなと感じてしまいますよね。特に相手があなたのために何かしてくれた時に感謝の言葉がないと、相手のモチベーションが下がってしまって、次第に距離ができることもあります。例えば相手が仕事で疲れている中、あなたを迎えに来てくれたのに、ありがとうの一言もなく会話を始めてしまうとなると、相手は自分の気遣い無駄だったのかなって感じてしまうこともあったりしますよね。また相手があなたのためにレストランを予約したのに、特に感謝の気持ちを全く示さないとなると、相手は何のために手間をかけたのかな、悲しく思ってしまう。で、脈なし感も感じてしまう。労力をかけているにもかかわらず、その行動があまりにも評価されないと、相手は次第にやる気を失ってしまうことがありますよね。さらに相手がプレゼントをくれた時に、ありがとうって冷たく一言だけで終わらせてしまうと、相手は本当に喜んでくれてんのかなと感じることがありますよね。男の中で期待してるんでしょうね。嬉しいありがとうみたいな、ちょっと感情見えるありがとうを期待してたんでしょうね。その中で、はいありがとうみたいな感じで一瞬ニコってしたけど、すぐ別のことやるっていう感じだったら、一応表面上ありがとうって言われたけど、むしろ邪魔だったのかなみたいな感じで思ってしまうことがあったりしますよね。といったように、小さなことでもありがとうと言葉にすることで、相手が大切にされているんだなって感じで、関係がより深まります。では10個目は、常に自分の話ばかりする。会話の中で自分の話ばかりをしてしまうと、相手は自分には興味ないんだな感じてしまいます。特に相手が何かを話そうとしている時に、話題を自分に戻してしまうと、俺のことを知りたい気持ちはあんまりないんだな感じてしまうことが多いですよね。例えば相手が、この前ここにドライブしに行ったんだけど、話し始めたのに、私も最近こういうところに行ってさと自分の話に切り替えてしまうと、相手は脈なし感を感じてしまいますよね。また相手が、最近仕事で忙しくてさと言っているのに、私もめっちゃ忙しくてと自分の話に転換する。そうしてしまうと、相手は話聞いてもらえないんだな感じてしまうかもしれない。さらに、最近新しい趣味始めたんだよね、楽しそうに話しているのに、私もそういうの前にやってたけど、自分の経験の話に切り替えると、相手はもう話したくないと思ってしまうこともあるかもしれない。自分の話を少し抑えめにして、相手の話をしっかり聞くことで、相手との距離感が縮まって、より良いコミュニケーションが生まれますね。ということで今回は、女性が気づかないうちに出してしまう脈なしサイン10選について話しました。皆さんどれか心当たる行動はありましたか？もしそうなら今後恋愛でぜひ意識してみてください。小さな行動の違いが大きな結果につながることもある。というわけでこれからもこういった恋愛に関する情報をたくさん出していきますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。では。